Round 1. Fight. よろしくお願いします。今回はナムコのアーケードゲームについての2回目になります。以前の動画では1986年に登場したシステム86基盤までのハードウェア面での進化の歴史を説明しました。今回は1987年に登場したシステム1から見ていきます。1987年といえば家庭用ゲーム機では PC エンジンが発売された年ですね。この動画ではゲームの動きを見ながらゲーマーには正直どうでもいいようなプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲーム機の設計を深掘りしていきます。システム1の代表作には妖怪道中記、ドラゴンスピリット、スプラッターハウスなどがあります。システム86より前のナムコはゲームごとに専用の基盤を設計し、そこにゲームロムを組み合わせて販売する形が中心でした。それが1986年に登場したシステム86からは家庭用ゲーム機に少し近い考え方でゲームセンターにゲーム本体にあたる共通基盤を導入してもらい、ゲームごとのロムセットに交換して稼働してもらう売り方へと変わっていきます。このように基盤を共通化して複数のゲームに対応できるようにしたものをシステム基盤と呼ぶんだよね。そしてナムコが明確にシステム基盤として展開したのがシステム86なのです。1986年にシステム86が使われ始め、翌年の1987年にはシステム87と呼ばれていた基盤が登場します。この名前の付け方を見ると、当時のナムコは1年ごとに新しいシステム基盤を出していく流れを考えていたようにも見えるんだ。しかし、そのシステム87は最終的にシステム1という名前で展開され、その後数年にわたって多くのゲームがリリースされていったんです。つまりシステム1という名前には、単なる1987年の基盤ではなく、これから長く使っていく商品ラインであることをゲームセンター側に示す狙いがあったのかなと思うんです。そして最初の番号として1が付けられたことからも、システム1はナムコのナンバリングされたシステム基盤展開における本格的な出発点だったと考えられます。さて、システム1のスペックですが、システム86からさらにプロセッサが増え、4プロセッサ構成というかなり贅沢なものになっています。このプロセッサについては、前回の動画でも触れた通り、変更の多い機能なんです。システム1でプロセッサが増えた理由については、システム1以前のナムコ基盤の仕様の編成を見ていくと分かりやすいと思います。遡ること、1980年のパックマンでは Z80 が1機で頑張っていました。これが1981年のギャラガや1983年のゼビウスの時代になると、ゲームの内容も画面表現もかなり複雑になっていきます。そこでナムコは Z80 を3機使う構成を採用しました。大まかに言えば、ゲーム本体の処理、映像の補助、そしてサウンド処理に役割を分けていたわけです。ただし、ここで言う映像の補助というのは CPU がドットを一つずつ描いていたという意味ではないんだよ。スプライトや背景を実際に画面へ出す中心はあくまでナムコのカスタム IC です。
CPU 側は画面に出すオブジェクトの管理や隠しレジスタの設定など映像を動かすための準備を担当していたと考えると分かりやすいかな。その後の1982年のスーパーパックマンでは CPU が M680 に変わり、さらに映像周りのカスタム IC も整理されていきます。その結果、以前は描画の補助をしていた CPU をメインの680に吸収しやすくなりました。つまり、単純に CPU を減らしたというより、CPU とカスタム IC の役割分担を作り直したという方が近いと思います。そしてここから見えてくるのは、描画の補助用の Z80 は常に限界まで働いていたというより、基板全体の安定性や役割分担のために置かれていた面も大きかったのではないかということです。そして1984年のバックランドでは、これまでサウンドや I/O 処理を担当していた6809の代わりに CUS60 というカスタム IC に置き換わります。ナムコの型番で CUS60 と呼ばれるチップですが、実態としては日立の HD63701 シリーズの制御マイコーのカスタム品となります。これは、6809より簡易な6801シリーズの CPU コアに加えて、OM、RAM、I/O ポート、タイマーなどをチップの中にまとめたワンチップマイコンです。HD63701 は I/O 機器の制御に適しており、サウンド制御も十分に扱える性能であったため、高価な680からの代用となったと思われます。つまりバックランドは CPU をただ増やすのではなく、必要な処理を専用のマイコンへ整理していった基盤だと思うんだよ。これがシステム86になると、また680が追加されます。背景画面の枚数やスプライトの扱える数が大きく増えたことで、画面周りの管理もかなり重くなっていきました。そのため、メイン CPU だけに全部やらせるより、サブ CPU にも仕事を分けた方が、処理を安定させやすかったのだと思います。つまりシステム86では、画面の表現力が大きく上がった分、それを動かすための管理処理も増えていたんだね。そして今回の本題であるシステム1ですが、680がさらに追加されました。システム86で HD63705 が担当していたサウンド処理と I/O 処理を、サウンド処理は680、I/O 処理や PCM 周りは HD63701 というように役割がさらに整理されたわけです。これは憶測なのですが、システム86で FM 音源を本格的に使ってみた結果、もっと複雑な曲を鳴らしたい、もっと細かく音を制御したいという要望がサウンドチーム側から出てきたのかもしれません。実際にシステム86とシステム1のタイトルでサウンドデータを見比べてみると、システム1では FM 音源の制御命令がかなり増えているんですよね。次に CPU 以外にも大きな変化があります。それが背景画面の強化です。システム86では背景面が4枚でしたが、システム1ではスクロール背景4枚に固定背景2枚を加えた合計6枚構成になっています。しかも、このうちスクロール背景は3枚が 64×64 タイル、もう1枚が 64×32 タイルというかなり大きなマップを扱える構成でした。さらに大きいのが色の表現です。背景用のプレイフィールドは256色のパレットを扱えるようになっていました。そして、そのパレットの色はRGB それぞれを256段階で指定できる24ビット RGB パレットになっています。つまり画面に何万色も同時に出せるという意味ではありませんが、どんな色を選ぶかという指定セットだけで見れば、現在のパソコンで使われるフルカラー表現にかなり近いところまで来ていたわけです。次はシステム1と同時期に登場したシステム2です。システム2はシステム1の上位機にあたる基盤で、ナムコはこの時期から用途に応じて複数のシステム基盤を使い分けるようになっていきます。代表作にはアサルト、オーダイン、
ヘリオス。ワルキューレの伝説などがあります。タイトルを見るだけでもわかるように、システム2は回転、拡大縮小、疑似 3D 表現に強い高性能なグラフィック基盤でした。スプライトは拡大縮小に対応し、さらに標準的な構成では回転、拡大縮小に使える画面も持っていました。また、ファイナルラップのようなレースゲーム向けには、道路を描くための専用機能を持つ別系統のグラフィックボードも用意されていました。つまりシステム2は一つの固定された基盤というより、共通の CPU ボードにゲーム内容に応じたグラフィックボードを組み合わせるかなり柔軟なシステムだったわけです。サウンド面でも大きな変化があります。システム1まで使われていたナムコ独自の波形メモリ音源はなくなり、代わりに CD140 という音階を変えてメロディーとしての演奏も可能な24チャンネルのステレオ PCM 音源が搭載されました。そして、プログラマー目線で一番気になるのが、メイン処理系の CPU です。システム1では、M680 を中心とした構成でしたが、システム2では、メイン CPU とサブ CPU に68000が採用されました。これは、システム2で目指したゲーム表現が、疑似 3D 方向へ大きく広がったからだと考えられます。もちろん、背景画面の回転や拡大縮小そのものは、専用のグラフィックチップが担当しますが、敵のスプライトの配置や敵との当たり判定、ミサイルの飛んでいく軌跡などは CPU が地道に 3D 演算をやらなければならないわけです。そのためには、680よりも高い演算性能と、より大きなメモリ空間を扱える CPU が必要になり、68000を2機使う構成になったのだと思います。さらに RAM 容量が増えたことも、開発陣にとってはかなり大きかったはずです。この後、システム2の廉価版となる NA シリーズのシステム基盤が出ています。NA1 を改良した NA2。NA2 の CPU を68020に変更した NB1。NB1 に回転拡大縮小する背景画面を追加した NB2 です。さあ、これでナムコはシステム1とシステム2の2本体制で進んでいくのかと思いきや、翌年の1988年、さらに新しい基盤を投入してきます。それがシステム21です。ナムコは止まりません。システム21は通称ポリゴナイザーとも呼ばれたポリゴン処理に特化したアーケード基盤です。代表作にはウイニングラン、スターブレード、ソルバル、サイバースレッドなどがあります。システム2は疑似 3D 的な画面を作る基盤でしたが、システム21はさらに一歩進んで、
ポリゴンで本格的 3D を描画する方向へ進んだのです。同じ1988年には、タイトーからもトップランディングが登場していますが、専用基盤に近い存在だったと考えています。そのため、長期的に複数タイトルへ展開されたシステム21とは少し意味合いが変わってきます。システム21の最初の代表作であるウイニングランの開発は1985年に開始されたとされています。ちなみに、セガの本格ポリゴン 3D 基盤であるモデル1でバーチャレーシングが登場するのは1992年です。そう考えると、1988年の時点でシステム21を投入していたナムコの先進性がかなり際立って見えてきます。では、システム21のスペックを見ていきます。まず、3D 演算の増加に伴い、メイン CPU の68000が1つ追加となっています。グラフィックに関しては、後期のゲームでスプライトを使えるようにしたバージョンもありますが、基本的には 2D 機能を削除し、3D 描画を追加した感じですね。ポリゴン性能は、フラットシェーディングで1秒間に約6万ポリゴンを描画できるそうです。ただし、システム21のポリゴンはセガサターンと同様に四角型であり、現在のパソコンやプレイステーションの三角形ではありません。そのため、三角形に換算すると、1秒間に約12万ポリゴンを描画できそうです。このポリゴンの描画ですが、現代の GPU のように、一つのグラフィックチップで、全てを処理しているわけではなく、座標演算や描画処理などを、複数のカスタム IC を組み合わせて実現していたんですね。そして1990年代に入ると、ナムコの 3D はさらに進化します。その代表が、1993年のシステム22です。システム22の代表作といえば、やはりリッチレーサーですね。システム22は、システム21の本格的な後継にあたる 3D 基盤で、最大の変化はテクスタ付き 3D 描画に対応したことです。システム22のポリゴン性能は、1秒間に約24万ポリゴンですが、四角形ポリゴンでの数値なので、現代的な三角形に換算すれば、面数としては約48万ポリゴン相当と見ることもできます。ちなみに、1994年に発売された初代プレイステーションは、テクスタ付きポリゴンで1秒間に約18万ポリゴンとなります。また、VRAM ではプレイステーション1が 1MB に対して、システム22は 344KB と少ないですが、テクスチャなどの映像データは 14MB の ROM に格納しているので、豪華なテクスチャが利用できるのです。だからこそ1993年のゲームセンターでリッチレーサーを見た人は、ついにゲームがここまで来たのかと感じたのだと思います。でも、このくらいの差で家で遊べてしまう、プレイステーションもすごいんですよね。あと、プログラマーとしては、メイン CPU が高性能で高速な68020の一機にまとまったことは、プログラムの同期処理が簡素化するので、デバッグ作業を含め、かなりありがたい変更だったと思うよ。1997年頃になると、ナムコの 3D 基盤はシステム23へ進化します。システム23は、システム22の後を受ける、ナムコ独自設計の 3D アーケード基盤です。そしてこのシステム23シリーズは、ナムコがアーケード専用にカスタム 3D 描画ハードを設計していた時代の最後期の世代でもあります。代表作には、タイムクライシスに、ダウンヒルバイカーズなどがあります。Ready, set, go! It's a good start. The fastest out of the gate gets the hole. It's all downhill from here. Concentrate on less speed and more control. Hard fight ahead. Careful, it's a long way down. ポリゴン性能は、
交渉で1秒間に約200万ポリゴン級とされ、システム22の時代と比べると、テクスタ付き 3D をより高速に、より派手に扱うための基盤になっていました。CPU には、ニップス系の R4650 が使われています。この頃になると、ゲーム開発も C 言語などの高級言語を中心に進めやすい時代になっていたため、昔のように CPU の命令セットが変わるたびに、ゲームロジック全体を手作業のアセンブリで作り直すという負担はかなり小さくなっていました。このナムコが完全な独自設計一本やりから離れていくターニングポイントになったのが、1994年に登場したシステム11だと考えられます。システム11は初代プレイステーションをベースにしたアーケード基盤です。代表作には、鉄拳、ゼビウス 3D、G などがあります。システム20には、アーケード専用に作られた高性能な 3D 基盤でしたが、システム11は家庭用機であるプレイステーションをベースにしているため、当時のハイエンドアーケード基盤としては、性能はかなり抑えめでした。しかし、システム11には大きなメリットがあるのです。それは、基盤を比較的低価格にできること。そして、家庭用プレイステーションへ移植しやすいことです。アーケードで人気を出し、その後家庭用でも売る。この流れを作る上で、システム11は非常に強力な基盤でした。ただし、システム11は家庭用プレイステーションと全く同じではありません。VRAM は家庭用プレイステーションの 1MB に対して、システム11では 2MB に増やされています。また、サウンド周りも家庭用プレイステーションそのままではなく、ナムコの C352、TCM 音源と C76、つまり M37702 シリーズのサウンド CPU を組み合わせた構成になっています。さらに、ゲームのデータは CD、ROM ではなく、ROM 基盤で供給されます。初代プレイステーションの VRAM は 1MB と当時の家庭用ゲーム機としてはかなり大きい容量です。しかし 3D ゲームでは、この VRAM を画面を描くためのフレームバッサなどでの使うため、リッチな 3D 映像を出すのに必要なテクスチャの格納に足かせとなり、多くの開発者を苦しめました。対してシステム11では、VRAM を 2MB に増やし、さらに ROM 基盤によってゲームデータを供給することで、リッチな映像を出しやすくしたのです。システム11は、性能をある程度割り切る代わりに、低コスト化、量産性、そして家庭用プレイステーションへの移植のしやすさを重視した基盤でした。ナムコがアーケードゲームから家庭用ゲームにビジネスの主力を移していく大きな転換点だったのです。その後はしばらくの間はプレイステーションをベースにしたシステム基盤が続きます。2001年頃にセガのナオミ基盤でゲームを開発をしていますが、最終的にパソコンをベースにしたシステム基盤に変貌しています。ナムコを一言で言えば、技術力が高く、独自色の強い会社だったのかな。ナムコの基盤は、映像、音、入力、保護機能まで、独自カスタム IC を多用して作り込む傾向が強く、ゲームごとにハードウェア側から最適化していく、技術者集団的な設計思想を感じたんです。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。では、またね。